手長ダコは博多湾の地のものを取り入れてまして、こちらの特徴としてはすごい身が柔らかくて甘みが強いタコなんですよね。なのでお刺身で食べてもいいですし、煮だこにしてもすっごいね柔らかくて食べやすくて美味しいタコになってます。これからまだラオウとかも出てくるし、祭り林とかいろんな品種があるので、また違った味があっていいですよ。今回は紅枕が一番美味しかったので、一番美味しいやつを息子が仕入れてきてます。あ、息子さんなんですか？はい、はい、息子です。はい、うちの牡蠣はですね、基本的に有明海の牡蠣を扱ってます。福岡で言ったら、糸島とか豊前、北木、門司港のですね、牡蠣が有名ではあるんですけど、これはシャコって言います。素手で触ると危ないので。どういう食べ方するんですか？そうですね、塩茹でですね、なります。熊本はトマト名産なので、その中の色艶がいいもの、ここに線が入っているものっていうのが美味しいので、そういったものを選んで持ってきてます。熊本のトウモロコシになります。主に産地だ。品種はゴールドラッシュになります。でどんな特徴があるんですか？2024年と2025年で野菜ソムリエを継承されてます。そういった品種になります。中身は黄色いですね。黄色い果肉ですね。こんな感じで、この黄色になります。とても甘みの強いトウモロコシらしいトウモロコシになります。なんかいいスイカが入ってますね。今日は紅枕が入ってます。とても大きいです。粒が大きくて、これは甘いですよ。紅枕です。これも熊本の植木から直接市場から取り寄せてますね。熊本の植木からです。はい、植木からです。だから植木のスイカしか扱っておりません。有名ですよね。そうですね。どう違うんですかね、熊本の植木と普通のそこら辺にあるような。やっぱ甘みの特徴もありますし、肉質が柔らかい、食べやすい、口当たりがいいスイカになります。これからまだラオウとかも出てくるし、祭り林とかいろんな品種があるので、また違った味があっていいですよ。今回は紅枕が一番美味しかったので、一番美味しいやつを息子が仕入れてきてます。あ、息子さんなんですか？はい、はい、息子です。あ、幸せですね。玉ねぎは？玉ねぎも全部熊本です。
野菜も果物も全部大体熊本から仕入れてるので、大体熊本ですね。これはもうサラダ用とか新玉ねぎなので、まだ残していただいても別に構いませんね。でもそんなに新玉ねぎなので長く持つわけではないからですね。持って6月、7月までですかね。新玉ねぎって言ったらどういう食べ方が一番美味しい？サラダが一番美味しいかと思います。ただ粒がたまにちっちゃいのとこもあるんですよ。玉がちっちゃい。例えば前回仕入れた分でまだ可愛らしいのもあるんですけど、これはもうスープにするともう絶品です。とろとろに溶けるので肉質が柔らかいからですね。とろけて美味しいです。これは丸々1個。丸々1個入れていいと思います。あとはもうコンソメ入れてもう炊くだけとか、もうそれでも全然美味しいです。もうとろーっとするから美味しいですよ。有明海の牡蠣を扱ってます。福岡で言ったら、糸島とか豊前、北門司港もですね、牡蠣が有名ではあるんですけど、有明海の牡蠣はですね、一回干潮の差っていうのが激しくて、泥に浸かる時間、海中にいる時間と空中にいる時間ですね、水の外にいる時間が強いので、すごく生命力が強い、エネルギッシュな牡蠣ですね。プラス有明海っていうのは山からの水と泥の中にいる栄養っていうのがすごくよく混ざり合って栄養豊富な海になるので、そういう栄養豊富な餌をいっぱい食べて育っている牡蠣なので、すごく旨味が強い牡蠣になります。火を通せば通すほど味がどんどん濃くなっていきますので、もう一粒一粒の満足感がすごい高い牡蠣になります。牡蠣って言ったらどういう食べ方が一番お好きですか？そうですね、うちで一番おすすめしているのは蒸し牡蠣。はい、もうお鍋に牡蠣を入れて、少量のお水をですね入れてもらって、あとは火にかけて蒸す。はい、で一度にたくさんの量を調理することもできますし、程よい水分感も残っててプリップリ、なおかつ火も通ってて味もすごく濃くなっているので、一番おすすめの食べ方になってます。すごい量ですね。そうですね、ただもううちはもうこれで今年は終了になっちゃうので。牡蠣って言ったら大体何月ぐらいなんですかね？そうですね、うちでは毎年大体12月の第2週から、ゴールデンウィーク、5月中旬からいっぱいにかけての販売を行っていこっちなんかタコとかありますね。そうですね。あとは他の海産物でいうとですね、こういった博多の地物ですね、博多湾で採れた手長ダコになります。こんな感じでですね。生きてるタコ初めて見ました。一応もう生かし生きているものしか販売しないので。これはどこのタコなんですか？これは博多湾のものになります。一応漁師さんと契約をしているので、その都度水揚げがあった時にこうやって入荷するような形になります。タコって言ったら年中あるものなんですか？このタコはだいたい3月あたりから、9月10月ぐらいまでございます。タコはどういう食べ方がおすすめそうですか？ですね、最近若い方に人気なものでいうと踊り食いですね。よく韓国料理でサンナクチっていう料理があるんですけど、そういった料理にされる方も多いですし、あとは他の方で言ったら煮だこ、煮付けにして食べられたりとか、うちでよくするのはタコ飯、タコ飯、はい、にしたりもします。美味しいですよね。すごく美味しいです。タコ飯って言ったら基本どういう作り方なんですか？うちではですね、具材というかタコと、あと少量の生姜、あと人参とか、その時は野菜を少し入れてもらって、炊き込みも簡単に、お醤油、みりんとか、簡単で作るならめんつゆとかを入れて炊き込む。で
最後にですねごま油を少しかけると香りがすごく良くなって美味しいです。1匹っていくらぐらいするんですか？そうですね、大体うちで販売してるのは 300g から 400g ぐらいになるので1匹1350円あたりぐらいになるかなと思います。お手頃ですね。そうですね、一番のところですね。できるだけ皆さんの、ね、手に届きやすいようにお値段設定はしてますので、こういった生かしで販売しているところもかなり少ないので、いいです。めちゃくちゃ元気はいいです。そちらに隣にあるのはこれこちらですね、これはシャコって言います。お寿司屋さんでもよく目にします。あ、そうですね。お寿司屋さんでもちょっといいお寿司屋さんとかじゃないとなかなか出ない。生きてるの初めて見た。生きてます、生きてます。素手で触ると危ないので。どういう食べ方するんですか？そうですね、塩茹でですね、お鍋に水入れてお塩入れて水の状態でシャコを入れます。で蓋して火にかける。そしたらエビのように赤紫色っぽく変わりますんで、そしたら食べ頃になります。味付け的にはどうなるんですか？でお塩だけ、はい、になります。このトマトはどこのですか？これも熊本のになります。熊本はトマト名産なので、そんだけも色艶がいいもの、ここに線が入っているものっていうのが美味しいので、そういったものを選んで持ってきてます。真っ赤で美味しそうですね。熊本のトマトは酸味がなくて甘みが強いトマトなんですよね。なのでもううちは熊本から必ずトマトを仕入れるようにしてます。いいトマトばっかりです。綺麗なのを選んで。一応このミニトマトがうちの一押しのミニトマトなんですけど、もうすっごい味が濃い、ただ酸味がなくて甘みがすごい強いトマトで、もうなんか雰囲気で言ったらアメリカンチリ食べてるような感じの甘さのミニトマトになります。もうこれはうちのおすすめ、もう自慢のミニトマトです。値段もお安いですね。そうですね、値段もかなり抑えて出してますので、赤字覚悟で安く出してます。もう気に入った方は箱でも買いに来られるぐらいすごいハマる方も多いです。ごぼうはい、こっちは熊本の菊池ごぼうっていうごぼうなんですけど、特徴としてはすっごい柔らかいですね。なので噛んだ時に硬くないんですよね。なので煮込み料理とかするとすっごい食感良くて味の染みもいいので、どんな料理にも使いやすいごぼうになってます。これも熊本の特産品ですね。こちらが白縫いって言って皆さんの知ってる名前で言うとデコポンっていう名前になります。こちらは熊本の八代の方なんですけど、八代が本場なので、そこから仕入れて、味で言ったらもう酸味ほどよく甘みがしっかりあってめちゃくちゃ濃いで、しかも水分がすごいたっぷりあるので、食べた時水分補給にもなるようなぐらい美味しい白縫いデコポンになってます。
どれも、はい見た目もすごくいいし、なんかこう綺麗な商品が多いですね。そうですね。ただ僕が仕入れるときに見てるのは見た目ももちろんなんですけど、味にこだわってるので、一旦必ず味見をしてからもう自分が納得いったものだけを仕入れるようにしてます。これがナスビですね。よいしょ。これも熊本のナスビです。すごいもう多分見たらわかると思うんですけど、すっごい張りも良くて色艶もしっかりしててですね、これ火通すととろーっとして、すごく美味しいです。ナスビってどういう食べ方がおすすめですか？そうですね、野菜炒めに入れられたりとか、麻婆ナス、味噌炒めですね。なんか熊本の方がよく食べるのは、このナスビを半分に切って蒸すんですよね。蒸した後に、ポン酢かけて食べたりとか、マヨネーズ醤油でかけて食べたりとかいうのが、熊本の方のおすすめの食べ方になっています。お酒のおつまみにもなるからちょうどいいですね。